ルール無用マシンがルール無用サーキットでタイムアタック勝負します。光栄なことにその生放送イベントに参戦できます。今回は壁走りセクションを攻略します。事前の生放送で確認できた映像はこちら。この映像から壁走りセクションをモデリングします。それでは制作へレッツゴー。モデル1号です。この形状で印刷しようと作り込んでみましたが、床の作りが違う気がしてきました。結構無理やり形にしていますからね。モデル2号です。ひねりのさせ方自体を変更しました。これも違うな。モデル3号です。無理やり感は減りました。モデル4号です。やりたい作りがうまく実現できないです。モデル5号です。コツがつかめてきました。モデル6号です。モデル7号です。床の作りをどうするかいろいろ試しています。というのも現状の映像では床が見えない。Twitter で何やら情報が、生放送特番で詳細が判明するようです。待ちますか。始まりました。壁走りセクションもしっかり映っています。床の作りは把握しました。不足していた情報を得られました。これでモデリングできます。最終版モデルです。床の作りを合わせました。長さを合わせました。印刷しましょう。チリテックより巨大 3D プリンター MAX4 をご提供いただいたので、モデルをスライサーソフトに読み込ませます。色分けをします。モデリング時に三角部をわずかにへこませることで、エッジ検出で塗りつぶしできるようにしています。スライスします。印刷時間は17時間半。多色印刷による199回のフィラメント交換をミスなく行えるでしょうか。赤色と透明のフィラメントをジビボックスにセットします。印刷品質向上のためフィラメント乾燥をします。印刷します。印刷完了です。印刷品質はバッチリです。直角部も印刷しました。コース接続部の爪が干渉しています。入り口側は底面をえぐって対策していたのですが、やり忘れていました。ヒートカッターで干渉部を除去します。バリを除去します。加工完了です。干渉チェック。干渉がなくなりました。グッドです。真鍮パイプをチョーク、スティックスにします。ダボ穴に接着剤を流します。パイプを差し込みます。トントン、パイプ差し込み完了です。ホースを接続します。ぴったりフィットです。壁走りセクションの入り口側が完成しました。巨大 3D プリンターのおかげで大型造形物が作りやすいです。出口側も印刷しました。フィラメントを PLA にして印刷速度を上げました。直角部も印刷します。このような広いモデルは反りやすいです。角が浮き上がったりするんですよね。対策としてチャンバー温度を上げます。いや PLA でそれやったら詰まりますよ。メッセージにも出ていますし、特に PLA は熱で詰まりやすくて普通のプリンターではベントがあるくらいです。MAX4 は普通ではないので大丈夫です。どういうこと？オプション品のポーラークーラーによって押し出し経路のフィラメントを強制冷却して軟化を防ぎます。これにより詰まりにくくなるというものです。詰まらずに印刷成功です。反りチェック。ぴったりと貼り付いています。グッドです。ちなみにこれまでの印刷もすべてチャンバー温度45度に上げていました。出口側も完成しました。このままでは壁の高さが足りないので壁走り壁も作ります。厚さ 2mm 高さ 115mm の壁を印刷します。印刷成功です。かなりしっかりと定着しています。ペリペリドーン。できました。壁走りセクションです。透明を入れたのはライトアップのためでしたか。まずはノーマルミニ4区を走らせます。グリス塗り塗り、駆動チェック。スルスルグッドです。5。ドーン、スロー。そもそもこの速度だと壁走りにならないようです。これはこれで完走できそうです。ですが試作コースでは隣にもレーンが敷いてありますよね。壁の厚み的に隣接レーンをつけませんでしたが、仮置きはできたので設置しておきます。再トライ。5。跳ねますね。壁ができたことで挟まれるようになりました。難しそうなセクションですがノーマルでも完走はできています。モーターパワーを上げます。ハイパーダッシュモーターです。5。ドーン。1周目。壁走りできるほどのスピードはないです。ダイナミックにジャンプしましたがコースに復帰しました。2周目。跳ねた勢いで壁走り、斜め上に走行してコースアウトです。ミニ四駆での走行は確認できたのでルール無用マシンを作ります。うにょん。シャーシを印刷しました。延長ケーブルを作りました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。固定します。スキットローラーを取り付けます。固定します。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーを取り付けます。固定します。ミラーリングします。バッテリーを搭載します。基板を搭載します。ケーブルを接続します。
できました。壁走り実験マシン。マシン名は EXP ウォールランナーです。マシンは壁走りの経験を与えます。コントローラーによる出力制御は実験を推し進めます。最前に歩くドーリーは低い車高による壁走りを可能にします。この対策がないと同じ車高ではタイヤが壁に当たりません。早速走らせます。5ドーン、折れた。復活。リプレイでコースアウトの原因を探りましょう。壁走り侵入は問題ないです。マシンは上向きで射出されています。うまく壁から床に戻るのがこのセクションの攻略ポイントになります。今度は減速させて床を走ります。5出られない。確認。タイヤが空転して無理に進入できないです。勢いをつけます。ダメです。上から見てみましょう。ローラー幅が広くて跳ね返されています。結構な力でも無理やりはねじ込めないです。ノーマルミニ四駆。幅の広さというよりローラーの滑りで通過できているように見えます。ということで下段ローラーも樹脂巻きにしました。どうでしょうか。5減速させても壁走りできるようになっています。想定とは違いますがグッドです。再現性ありますし、めちゃうまく床への復帰もできています。この流れでフルスピード。それは無理だドーン。入り口も見てみましょう。5遅すぎるとさすがにダメです。進入速度が分かってきました。スロー。一度斜め走り状態になってカーブの遠心力で壁走りに移行しています。斜め走りになるのがミソです。下段ローラーが当たるのでウレタンだとさらにブレーキがかかります。樹脂巻きではそのブレーキがないから減速ポイントをラフにできたのですね。実際のコースではもっと加速しているので投げスタートします。5あれどういうこと。スロー。壁走り以降の勢いが強くてマシンが横に回転します。うまいこと180度回転で止まりました。スピードが乗るとこうなるのか。ローラー配置がほぼ正方形なので回転を抑え込めないです。本番ではローラーベースを伸ばします。ファンによる挙動も見ます。ファンはマシンを下へと押し付けます。フルスピードを抑え込めるか実験します。どうでしょうか。5ドーン。スロー。綺麗に壁走りへと移行します。マシンが斜め上へと走っています。そしてコースアウト。普通なら重力で床側にマシンが落ちますが、ファンによる壁への吸着で落ちないのが原因です。対策します。機能を追加しました。モーターの左右のパワーを変更できるようにしました。これにより壁走り中の床側への旋回を可能にします。5惜しい。スロー。作戦通りに床側へとマシンが向いています。床への移行でマシンが浮き上がり、コース外側にマシンが向いてコースアウトです。もしかしてファンの反作用でマシンが右に回転している？空中でマシンがどちらに回転するかを確認します。左ならグッド、右ならバッドです。左回転です。ファンによる反作用は問題ではないことが分かりました。普通は重力で自然に床走りへと移行しますが、ファンで床に落ちないこと、ミニタイヤが浮くことでタイヤによる床への旋回もできないこと、ファンはマシンの姿勢を床へ戻すわけではないこと、これらの要因でコースアウトが発生しているのでしょう。ということで変身ダウンフォースも試します。このマシン、後中はファンの排気を左右で選択できます。それによってマシンの姿勢を変化させることができます。これが変身ダウンフォースです。これで矢印のようにマシンの姿勢を正せるかを実験します。まずは変身なしの通常の排気。5ドーン。スロー。飛び出しの勢いを抑え込めていないです。ファンの吸着によるゴリ押しはできないようです。羽とローラーがも出ました。直しました。次は変身ダウンフォースを試します。5惜しい。床に戻ろうと姿勢が変わりつつありますが、ここで上段ローラーがフェンスに当たったことで姿勢変化が備えされました。姿勢の変化が急になくなりましたね。
明らかに弾かれています。そののは変身の効果で姿勢が床へ戻りつつありますが間に合いませんでした。ここで弾かれるようになったのは変身化により壁への押し付けが弱まりローラーが当たるようになったからでしょう。難しいセクションです。攻略方針は決まったのでこれで実験を終わります。今回は壁走りセクションを実際に作って様々な実験を行いました。想定していた攻略方法では歯が立たない。それが分かったとても意味のある実験になりました。想定の方法で本番行ってたら終わりでしたね。そのため別の方法にします。本番でお披露目ですね。ルール無用らしくいきます。チディマックス4はどうでしたか？ソフトウェアアップデートでかなり良くなりました。プリンター到着直後の一発目の印刷でレイヤーシフトが発生しました。これって他のレビューでも見られましたね。アップデートと再構成してから100時間は印刷していますが全て成功しています。ただしまだソフトで惜しい部分があります。長時間のタイムラプスが保存されていないことがありました。チディボックスの引き込み音が大きいです。ビーンとガタって音がしていますね。同じチディボックスを使う Q2 ではもっと小さいです。同じモデルを印刷しています。こちらはカチッという音です。そして低速で引き込み続けているように見えます。MAX4 は一気に速く引き込んでいます。今後のアップデートに期待しています。一方でハードウェアはコスパ最強格と言えます。このサイズと機能で本体価格 16.3 万円は他では見られません。アップデート後は安定して動いています。これは超会議で配布するメーカーチップですね。80枚を一括で印刷できています。標準的な造形エリアのプリンターだと35枚が限界なので2倍以上です。印刷完了です。印刷時間は約20時間。一度もエラーなく完遂しました。ちゃんと一つ一つ印刷できています。ベッド1体に印刷してこの品質は感動です。経験上橋の造形物が崩壊することがよくあります。この巨大ベッドでそれが発生しないのがすごいです。裏面も揃っています。正直ここはブレると思っていました。ベッドの歪みは底面に顕著に現れるからです。オートレベリングが高精度に働いているということですね。結論として大型造形物や大量印刷をする人に特におすすめな 3D プリンターです。気になった方は概要欄からプリンターをチェックしてみてください。それではまた、のし。